未来はアップデート。うつのゆきです。この動画では YouTube ライブのチャットコメントの背景をカスタマイズする CSS をご紹介します。以前、吹き出し風に表示する CSS もご紹介しているので、よかったら見てください。簡単にできるので、ぜひ挑戦してみましょう。それでは始めていきましょう。まずは、この動画の説明欄に記載されているリンクから、チャット 2.0、スタイルジェネレーター、で、GitHub のページ、で、あとは、メモ帳などのテキストエディターも準備しておくと便利です。多くの人が画面にチャットを表示するときは、スタイルジェネレーターで生成した CSS を使われているかと思います。そのまま適用すると、こんな感じですね。ちょっと味気ないので、コメントの背景をカスタマイズしてみましょう。まずはベースになる CSS をスタイルジェネレーターで作成します。今回は、背景色を設定するので、アウトラインは外しておきます。名前の後ろもコロンも外して、明るめの背景色にするときは、文字の色は黒にしておきましょう。調整ができたら、CSS をコピーして、メモ帳などに貼り付けておきます。次に GitHub のページを開いて、少し下にスクロールしたら、CSS、フォルダのチャット BG カスタム CSS をクリック。CSS が表示されたら、この Run ボタンを押して、テキストのみの表示にします。全体を選択して、コピー。メモ帳に移動して、スタイルジェネレーターで生成した CSS の一番下に貼り付けます。一旦この状態で適用してみましょう。はい、できました。ではここからは色や形を調整していきましょう。調整がめんどくさーいという人は GitHub にいくつかサンプルを用意しているので、それを使ってみてください。はい。各種設定項目で色を指定する箇所がいくつかあります。色は説明欄にリンクを記載したカラーコード見本から探すと便利です。こんな感じで色の詳細な RGB 値も知ることができます。はい。ではまず背景色から設定していきましょう。色の設定は、この RGBA 丸括弧255 RGB255 と、不透明度 0.0 から 1.0 が、シャープで始まる16進数のカラーコードで指定することができます。ではまず背景色ですね。今、このオレンジっぽい色、ピンクとオレンジの中間みたいな色になっているので、ピンクにしてみたいと思います。で、今半透明になっているので、不透明ですね。はい。この状態にじゃあ適用してみましょう。はい。こんな感じになりました。ちょっと名前が、色が薄かったので見えづらいですね。次は背景ストライプですね。今、このコメントアウトされている部分を外すと、頭と、両末ですね。はい。これを外すと、ストライプが有効になります。じゃあ、これを適用してみましょう。はい。こういう感じになります。はい。じゃあ、ストライプを一旦元に戻して、次は全体の横幅ですね。これは説明不要かなと思うので、詳細は省きますが、ここを、モードとすると、メッセージの内容に合わせて、横幅が可変になります。はい。次は、塗りつぶし余白ですね。このメッセージと、背景の間のマージンを、指定することができます。正確にはパディングというのですが、こちらを指定することができます。で、こちらも、ちょっと割愛します。次はコメント欄の余白になります。コメントがこう並んでいるときに、そのコメント同士、背景同士の隙間っていうのを、指定することができます。で、こちらは値を0にするか、全体をコメントアウトして、で、後に説明する、この枠線と組み合わせて、区切りの線としてもいいかもしれません。はい。では次は、角丸ですね。背景の角が丸まってると思うんですが、こちらをコメントアウトすると、はい。これに適用すると、角の丸みが取れます。はい。次は枠線ですね。枠線は、線の種類や色、太さを変更することができます。二重線とか、点線とかがあります。では、試しに、二重線に変更して、
幅も20ピクセルで、RGB も、25を、濃いめのピンクにしてみましょう。で、不透明のは、不透明ですね、完全に。はい。そして、右側にもせっかくなので、入れてみましょう。はい。で、値は、左と同じものを指定します。では、これに適用してみると、はい。こんな感じですね。はい。最後に名前の後ろでの改用についてですね。チャットスタイルジェネレーターでも指定できるのですが、この方式でいくと、名前のとメッセージの間のマージンを指定することができます。で、もし改用したくないよというときは、これを消した状態で適用すれば OK です。こんな感じですね。はい。解説は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。